花の構造。花の構造について学んでいきましょう。花は人体の中で顔の中心に位置し、非常に個性豊かなパーツになります。まずは花の各部分の名称から見ていきましょう。花の先端部分は尾尖と呼ばれ、横を向くと花の突起部分を作っていることがわかります。尾尖の左右には尾翼と呼ばれる花の膨らみがあり、尾尖の下には花の穴を2つに区切っている尾中隔があります。また花筋の部分は尾稜と呼ばれ、尾稜が始まる部分を尾根と言います。次に花の形を見ていきましょう。花は細かく見ると複雑な形をしていますが、基本的な形は4面で考えることができます。この4面と花を並べるとこのようになり、上面は尾尖と尾稜、側面は尾翼と花の側面、底面は花の穴と尾中隔に対応しています。角度のついた花を描くときには、この4面で先に角度を決め、それを目安に花を描くと良いでしょう。最後に特徴のある花について見ていきましょう。花の形は人によって様々で、尾尖が垂れ下がった大きな花や、上を向いた小ぶりな花などがあります。こういった花を描く場合には、尾尖の位置や、花の幅や大きさを変えてみましょう。尾尖の位置によっては、花の穴が見えたり見えなかったりするので注意しましょう。それでは実際に花を描いていきましょう。まずは4面を描き、大まかに花の向きを決めます。次に楕円を4つ描き入れます。この4つの楕円がそれぞれ花の各部位の目安になります。楕円を描いたら花の穴を描き、楕円に合わせて尾翼を描きます。次に尾尖の輪郭を薄く描き、尾稜のラインを描いていきます。最後に花の穴の下に尾中隔を描き入れ、余分な線を消せばこれで花の完成です。各部分の特徴をつかもう。各部分の特徴を意識しながら、いろいろな種類の花に挑戦してみよう。